ガイドブックのような動画にしてなんであんな怖いねんと。その間マイケル何してたんや。当時のマイケルの家なんです。マイケルはまだ8歳。マイケルの青春時代だったと。とんでもない強行スケジュールでした。 We are the children 集結したというわけです。楽しく映画のシーンと実際の歴史を一本の線でつないでいきましょう。皆さんもうご覧になりましたか？今回この映画マイケル役を演じたジャファー・ジャクソンにインタビューさせていただきました西寺豪太です。まずはじめに、映画はある一つの物語として完璧に作られております。制作陣キャストの皆さんの尽力には一人のファンとして心からの敬意を捧げたいと思います。本当にありがとうございます。はい。ただ、一人の研究家としてはここ知っとくとあのシーンのワクワクが倍増すんのになっていうね、そういうポイントが実はねたくさんあったんです。今回の映画で初めて彼を知ったという若い世代の方も、ずっと追いかけてきたファンの方も、みんなが楽しめるガイドブックのような動画にしたいなと思っております。この映画のね中で語りきれなかったいわばマイケルのターニングポイントがまだまだありまして、それを知ってから見る2回目きっと1回目と違うと思うんですね。お父さんのジョセフってなんであんな怖いねんとか、数年スキップしたけどその間マイケル何してたんやとか、皆さんが気になってたであろう部分を授業みたいに難しくならんように、以前僕が書いたマイケル・ジャクソンの教科書、新しいマイケル・ジャクソンの教科書、この本をなぞりながら楽しく映画のシーンと実際の歴史を一本の線でつないでいきましょう。それでは映画マイケルが10倍楽しくなるガイド、早速やっていきましょう。Nishidera Gota Channel NGC 1958年マイケル・ジャクソン誕生。まずは映画では描ききれなかったジャクソン家の家族構成と当時のリアルな暮らしぶりから見ていきましょう。マイケルは1958年インディアナ州のゲイリーという町でジャクソン家の五男として生まれました。男の子が6人、女の子が3人の9人兄弟です。マイケルの上にはお姉ちゃんとお兄ちゃんが6人いて、さらに下には弟のランディと妹のジャネットがいます。めっちゃ大家族ですね。これが当時のマイケルの家なんですけど、めちゃくちゃ可愛らしい家だなと思うんですが、外から見るとねそんな狭くないように見えませんか？はい。でもこの間取りを見ると62平米ということなんで、だいたい日本でいうと 2LDK ぐらいですかね。そこにですよ、両親含めた11人が肩を寄せ合って暮らしていたんです。想像するとねものすごい人口密度だなと思うんですが、さらに、当時のゲイリーという町の状況も知っておいてほしいんですけど、大都市シカゴの右下にありまして、鉄の町として栄えていたんですけど、マイケルが生まれた頃から景気が一気に悪くなって町全体がどんどん荒廃していくんですね。で、家の中では逃げ場のないギッチギチの空間、そして窓の外では壊れていく街ということで、2つの、プレッシャーのど真ん中にいたのが父のジョセフでした。映画ではねもうともかく恐ろしい存在でいいとこ一つもないぐらいに描かれていたんですけど、もちろん物語を際立たせるための演出だとは思うんですけど、ジョセフが子供たちを音楽の世界へ投じたっていうのは単なる英才教育っていうんじゃなくてですね、このどん底の世界から家族全員を救い出すための必死の生存戦略だったと僕は思っております。その中で、ジョセフが行った体罰、これを肯定するつもりは全くないです。あのシーンは子を持つ親としても非常に辛いシーンでした。ジョセフが生み出した逃げ場のないプレッシャー、それから幼いマイケルの何が何でも上手くなって向上していくぞという心、この2つが激しくぶつかり合って、凄まじい摩擦熱と火花が起きたからこそ後に音楽史を変えるスターになったとも言います。1962年ジャクソン5のきっかけはギターの弦。映画の冒頭スクリーンに1966年ってテロップが出ますよね。でも歴史が本当に動き出したのは実はその数年前なんですね。マイケルがまだ4歳だった1962年に起きたある事件がきっかけなんです。
当時のジャクソン家にはお父さんのジョセフが大切にしていた、ギターがあったんですね。俺のギターにお前触るなよということでお父さんは子供たちに厳しく言ってたんです。でも次男のティトはお父さんの目を盗んでこっそりギターを取り出してはマイケルたちの前でもうラジオから流れる曲に合わせて練習して弾いてたんですね。ギター弾くの大好きだったんですよ。ところがある日ね、そのギターの弦が切れてしまうんです。この弦がね。もうそんなのもう子供たちからしたらこの世の終わりでね、めちゃくちゃ怖いお父さんの言われてた大事なギターの弦を切ったということで隠し通せなくなって、ついにジョセフに「お前誰や?」ということで見つかるんですね。で当然ジョセフはもう激怒。でも試しにティトに弾かせてみたらギタリストでもあるジョセフが驚くほどの腕前だったんです。ここでジョセフは初めて子供たちの才能に気づきまして、グループの元になるザ・ジャクソン・ブラザーズというグループを結成させます。そしてその翌年の1963年、当時まだ5歳だったマイケルが加入してジャクソン5が誕生します。ちなみに次男のティトは2024年に亡くなってしまったんですが、僕は縁があってね、生前本当に仲良くさせていただきました。映画にも出てくるマイケルが暮らしていた縁シノの大きな家にもお邪魔したことがあるんです。その時の話もね、後ほどしていきたいと思いますが、そんなティトのね、勇気、親父のギターを、お父さんの目を盗んでギターを弾いていくという勇気、ティトのワクワクがなければ、僕たちが知るスターとしてのマイケル・ジャクソンは存在していなかったかもしれません。そう考えるとここは大きなターニングポイントですね。1966年、ジャクソン5の下積み時代。さて、映画の本編はこの辺りから始まりますね。冒頭のリビングでの子供たちの練習シーン、ソファーでお父さんがこうやってね、見てて、見守る前で5人が練習しているということで、この時、マイケルはまだ8歳。映画を見ると、お父さんに無理やりやらされて目を見ろなんて言われてるんですけれども、実際には本人も人前でパフォーマンスすること自体は好きだったと。回想してますね。友達と遊ぶ代わりに毎晩ナイトクラブのステージに立って普通の子供では考えられない、経験できないような場数を踏んでいたんですね。それと同時に、当時世界一かっこいいパフォーマーだったジェームス・ブラウンやフレッド・アステアの動きをこの頃からテレビや映画で、吸収していく、そんな子供時代を過ごします。映画でも印象的な足さばきには2人から受けた影響が色濃く現れています。1967年、魔境アポロシアターでの圧倒的勝利。9歳のマイケルたちがついにアポロシアターのステージに立ちます。このアポロシアターはニューヨークで160年以上続く歴史ある劇場なんですけど、僕も行ったことあります。とにかくここの観客は厳しいことで有名なんです。中途半端なパフォーマンスをしようもんなら容赦なくブーイングが飛んできて強制退場っていうね。でも逆に言えばここで認められたアーティストというだけで一流アーティストへの切符を手にしたも同然でした。今も開催されているこのスターへの登竜門アマチュアナイト、エントリーした結果はもう圧倒的な優勝でした。この勝利をきっかけとしてジャクソン5はここから一気に世界レベルへと上り詰めていきます。1968年、モータウンの扉を開けた男の正体。アポロシアターを制覇したジャクソン5はここでターニングポイントとなる人物と出会います。それが後に所属することになるレーベルモータウンのアーティストであったボビー・テイラーです。当時ジャクソン5はボビーのライブの前座としてシカゴの劇場で頻繁にステージに立ってました。そのパフォーマンスを間近に見たボビーはわずか9歳のマイケルが放つスター性に戦慄するんですね。すごいやんこいつって、もうこの才能やばいと、こんなところで前座してる場合ちゃうぞということで、彼はすぐさまモータウンのボスベリー・ゴーディ・ジュニアに彼らを強く推薦しました。後にモータウンは戦略的な理由から大スターであるダイアナ・ロスが彼らを発見したというようなキャッチコピーで売り出すんですけど、映画ではねダイアナ・ロスとのエピソードを描かれていないんですよ。でも事実としてこの扉をこじ開けたのは間違いなくボビー・テイラーでした。ダイアナ・ロス不在、空白の謎。
さて、映画をね、見終わった後にね、マイケルのことを少しでもご存知の方は、ある種の不思議な感覚に包まれたんじゃないでしょうか。僕もそう思いました。あれみたいな。そうです。ダイアナ・ロスがこの映画には一切登場しないんですよ。デビュー当時からジャクソン5を、弟みたいに可愛がって、マイケルが生涯憧れ続け恋焦がれたダイアナ・ロスです。僕たちの世代からすると、マイケルの人生に彼女がいない物語というのは、ちょっとマルチバースかなって思うぐらい不思議な世界線なんです。実は、不在なのは彼女だけじゃないんですよね。お姉ちゃんのリビー、弟のランディ、そして妹のジャネット・ジャクソンさん。なんかね、家族の中にも映らない人がいる。そして、音楽的な盟友、先輩であるスティービー・ワンダーやマーヴィン・ゲイみたいな、いろいろね、先輩たちも登場しないんですよ。これは完全に僕の想像の話なんですよ。ちょっと気をつけて聞いてほしいんですけども、実在の人物を描く電気映画というのは、常にね、誰の視点から見た物語かっていうのが非常にデリケートな選択の上に成り立ってるんですよ。だからお父さん、父親の描き方一つでも、それぞれの譲れない思いや立場による解釈の違いみたいなものが結果としてこの空白みたいなものを生んでるのかなと思っています。でも、こうした多角的な事情によって今回描かれなかったパートっていうのは実はね、かなり濃い部分だったんじゃないかなと僕は想像してます。世界を制した最強の名曲工場。ここで物語の大きなターニングポイントとなる、伝説のレコード会社についてご紹介します。僕も大好きなレーベルなんですが、映画の中では一つのレーベルとして描かれてますが、ここはね、単なるレコード会社じゃないんですよね。創設者はベリー・ゴーディ・ジュニアさん。自動車産業の町デトロイトで設立されたこのレコード会社の名前は、モータータウンを略して、モータウンという名前で名曲を量産するヒット曲製造工場とも言われてました。今でもね、現代のアーティストに大きな影響を与え続けている音楽史を語る上で欠かせないビッグスターが次々と誕生しております。スモーキー・ロビンソン、モータウンの魂とも言える存在。大好き。マーヴィン・ゲイ、音楽に社会のリアルを深く刻み込んだレジェンド。大好き。そしてダイアナ・ロス&ザ・シュープリームス、洗練された女性像の象徴。大好き。スティービー・ワンダー、若き日のマイケルも驚愕した真の天才。大好き。そしてザ・テンプテーションズ、完璧なボーカルアンサンブルを誇るグループ。そしてこの大好きですよ。そしてここの後にポップス界の王となるマイケルをフロントとしたジャクソン5が現れるんです。もっと、詳しく知りたい方は映画メイキングオブモータウンをぜひ見てください。最短でね、モータウンが理解できるのでおすすめです。1968年、画面越しに掴んだモータウン契約。話をちょっと戻しまして、ジャクソン5はボビー・テイラーの働きによってモータウン本社でのオーディションに挑むんですけれども、ボスのベリー・ゴーディはその時ですね、LA にいて不在だったんですね。そこでモータウンのスタッフは彼らのパフォーマンスをフィルムに収めて LA に送ったんです。今でいうね、リモートオーディションですね。すごいですね。先駆けと言いますか。どんだけやっぱりベリー・ゴーディ忙しかったかっていう話なんですが、画面越しに当時まだ9歳のマイケルが大人顔負けの風格でダーンってね、ジェームス・ブラウンを歌い踊る姿を見て、ベリー・ゴーディは言葉を失ったと。これが決定打となって正式契約を勝ち取ります。このオーディションのフィルムでも YouTube で探せば見れると思います。一方映画ではですね、このオーディションではなく、グラディス・ナイトというまた別の女性シンガーの公演、ザ・ピップスというねグループとやってましたけども、モータウンの女性スタッフにスカウトされるというドラマチックな演出になってましたね。実はこれ完全なフィクションではなくて、グラディス・ナイトはボビー・テイラーよりも早く彼らを推薦していた一人だとも言われております。1969年 I Want You Back メジャーデビュー。さて、いよいよマイケルの歌声が世界中に響き渡る、その瞬間がやってきます。それがデビュー曲の I Want You Back です。映画ではレコーディング中、音が鳴り出すと
思わずこう体が動いちゃってこうどんどんどんと変えてやってね、いかにもねマイケルらしくて微笑ましかったですよね。そんな足踏みしたらあかんよみたいなことでね怒られて、言うまでもなく I Want You Back はもう大ヒット。その後生涯で幾度となく獲得するビルボードチャート1位をこの曲で初めて獲得します。すごいですね。もう一発目ですから。映画ではこれが初のレコーディングのようにドラマチックに描かれてますけれども、実は当時リリースされた彼らの楽曲でいうと初レコーディングはその2年前スティールタウンっていう小さなレーベルから出したビッグボーイっていう曲なんですよ。でこの状況歴史の事実を踏まえて2回目を見るなら一番最初のシーン、自宅のリビングでマイケルが練習している曲に注目してみてください。兄弟たちと一緒にね Fairy Tales Fairy Tales I don't enjoy って歌ってるんですけど、あれこそねビッグボーイなんですよ。いい曲ですよね。それを冒頭に持ってきてるっていうあたり、僕はやっぱりちょっとね制作陣の愛が感じられて好きですね。1970年ビートルズ超え驚異のチャート1位。さてここから音楽史を揺るがす恐るべき快進撃が始まります。1970年セカンドシングルの ABC、サード、The Love You Save、そして4枚目 I'll Be There とリリースする曲がことごとく全米チャートの1位を獲得するんですよ。ここはね映画ではビルボードのチャートが駆け上がるもうこうビャーンってダイジェストな映像でさらっと流されて豪邸へ移住するまで一気にポンってスキップしちゃうんですけれども、実はここにもねやばい歴史がね隠されてるんですよ。それがこの月ね実際のビルボードチャートなんですけれども、ちょっとこれ見てみてください。1位がジャクソン5の ABC、 そして2位がなんと今ねもう教科書にも載ってるビートルズの歴史的名曲 Let It Be なんですよ。世界の誰もが知ってるような曲を当時11歳のマイケルたちが押しのけてですねトップになっちゃって、さらにすごいのがその下ですね、5位にジョン・レノンインスタントカーマーチャートインしてます。しかもサイモン&ガーファンクルまでいるっていうね、明日にかける橋。そんな時代にジャクソン5は駆け上がっていったということなんです。1971年から1974年、遠視の移住とソロデビューの光と影。映画の本編でもあるように1971年ジャクソン家は LA の郊外にある高級住宅街エンシノへ移り住みます。映画でもねこの広大な邸宅が象徴的に登場しますよね。劇中ではマイケルのソロ活動はオフ・ザ・ウォールからという描かれ方してますけれども、ジャクソン5のグループ活動と並行してソロアルバムをなんとねもう4枚すでに出してるんですね。ソロアルバムといっても楽曲制作をマイケルがやらせてもらってたわけじゃないです。モータウンの先輩であるスティービー・ワンダーやマービン・ゲイといった天才たちは自分で曲を書いて自分でプロデュースして自由に音楽を作っているのにもかかわらず、モータウンはマイケルやジャクソン5に対して、お前らは我々が用意した曲を歌って踊るアイドルでいてくれればいいということでね、一切のクリエイティビティを認めなかったんですよね。しかしマイケル自身の中にもこの頃にはすでにものすごい作曲意欲っていうのが芽生えてまして、頭の中で新しいメロディーとかねアイディアがどんどん湧き出ている状態だったんですね。このモータウンの徹底した、分業制の工場モデル、作る人、歌う人みたいな、売る人みたいな、自身の溢れる作曲意欲と大きくぶつかるように、なっていくんですね。それと同時にマネージメント側としてのモータウンの権利や契約条件をめぐって父ジョセフも我慢の限界を迎えてたんです。この2つが重なったことで彼らは音楽人生をかけたあの決断をすることになります。1975年宿敵モータウンとの決別、奪われた名前。ジャクソン家は音楽人生最大の勝負に出ます。彼らはついにモータウンを辞めて別のレコード会社へ移籍するという大決断を下します。ただ当然モータウン側も黙っていません。彼らは驚くべき条件を突きつけてきます。それが名前でした。彼らがモータウンに所属する前から、それこそ地元ゲイリーの子供時代から家族みんなで汗を流してずっと名乗ってきた大切な名前がジャクソン5です。その名前の権利は会社の持ち物だから、出ていくなら置いていけ
とね、モータウンは言ったわけです。さらに残酷だったのが家族の引き裂かれ方でした。三男のジャーメインはモータウンのリーダーベリー・ゴーディ・ジュニアの娘であるヘイゼルと結婚していたんですね。それによってジャーメインは家族の絆と自分の家庭、この究極の選択っていうのを迫られるんですよ。最終的にジャーメインが出した答えは一人だけモータウンに残ってソロ活動するという苦渋の決断でした。ジャクソン家は文字通りここで一度バラバラに解体されてしまったんです。しかしそれでも彼らは諦めませんでした。お前なんて関係ないやんと。僕らは自分たちの音楽を作るんだと、その一心で新天地の CBS エピックレコードへと移籍します。そこでジャーメインの代わりに、6人目の兄弟だった弟のランディを正式にメンバーに迎え入れまして、心機一転、新しい名前ザ・ジャクソンズで再出発することになります。1976年から1977年、ソングライターとしての修行時代、エピックレコードに移籍した彼らがまず取り組んだのが曲作りのノウハウを学ぶことでした。とはいえ新天地でもすぐにね、自由が与えられたわけではなかったです。彼らは当時ヒット曲を連発したディスコの生みの親とも言われたプロデューサーのもとへ修行に出されるんです。そこでも大人の用意した曲を、基本的には歌う日々だったんですが、プロのヒットメーカーたちがどうやってリズムやそのメロディーを組み立てているのか、そのメカニズムをスタジオの隅で地道に学んでいったんです。しかし移籍後に発表したこの2枚のアルバムっていうのは思うような大ヒットに至らなかったんです。世間ではもうジャクソンズって終わったもう元子役のアイドルやろとか冷ややかな目が向けられていきます。次がダメなら終わりだという覚悟のもとにエピックレコードにですね、自分たちだけで作らせてくれと、自分たちの曲を自分たちを歌いたいという命がけの勝負に出たと。そうして運命を自分たちの手で切り開くために作ったアルバムがドン・ディスティニー、これを発表したわけです。でその決死の勝負の結果が世間の予想を覆す特大ヒットを記録。このアルバムに収録されているマイケルが弟のランディと一緒に作ったShake Your Body という曲は各国のチャートでトップ10入りを果たしました。この移籍直後の崖っぷちの数年間でマイケルは職人のように曲作りのノウハウを地道に貪欲に吸収していった。この期間があったからこそ80年代への爆発につながっていくと僕は考えております。1977年ニューヨーク一人暮らし、クインシーとの出会い。そして1977年決定的な最後のピースがはまります。映画への出演が決まってニューヨークへ行くことになるんです。その映画というのがこのザ・ウィズという作品で、あの名作オズの魔法使いを全員黒人のキャストでリメイクしたミュージカル映画です。しかも主役のドロシーを演じたのはあのマイケルが子供の頃から憧れて慕い続けてきたダイアナ・ロスです。そんな憧れの人と同じ画面に立ってマイケルはかかしの役を演じることになります。もうこれだけでね、当時のマイケルの興奮っぷりはすごかったそうです。当時19歳のマイケルにとってこのニューヨーク行きは人生で初めて実家や親元を離れた自立生活でもありました。父ジョセフの厳しい監視の目もないし、仕事が終われば自分の自由ということでもう毎日がね、もう楽しくてワクワクしっぱなし。そんなマイケルが夜な夜な通ったのが当時世界中のセレブが集まっていた伝説のクラブスタジオ54でした。これちょっとね、映画にもちょいちょい出てくるんですけど、当時最先端だったディスコサウンドと最先端のダンサーたちの動きを観察しながらですね、人に刺さるサウンドとは何かっていうのを分析してたんですね。でそこでは画家のアンディ・ウォーホールやエルトン・ジョンといった世界トップのカリスマたちとも出会い、世界の最先端のカルチャーを吸収していった。これマイケルの青春時代だったと言えるんじゃないでしょうか。そして何よりここで運命の瞬間が訪れていきます。この映画ザ・ウィズの音楽監督を務めていたのがジャズ界の巨匠であり、後にマイケルの運命を共に変えることになる音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズさんでした。実はね、最初ね、クインシーはマイケルのことをジャクソン5の可愛いアイドルの子だろうというぐらいに思ってたそうです。ただね、
撮影現場でのマイケルのプロ意識とその才能に衝撃を受けたそうです。そんな中ですね、映画の撮影の合間、のタイミングでですね、マイケルがね、ちょっと恥ずかしそうにクインシーに電話をかけたそうです。僕今度ソロアルバムを作りたいんですけど、誰か良いプロデューサー紹介してくれませんかと。その時にクインシーは待ってましたとばかりにですね、こう言ったそうですね。私じゃどうかな。この2人の固い握手から世界を塗り替えるキングオブポップへのカウントダウンが始まっていきます。映画の後半、80年代へ向けて物語が爆発的に加速していく。その全てのエネルギーと火種がこのニューヨークでの日々にギュッと詰まってたんですよね。と、ここまでが少年マイケルが世界を驚かせた第1章です。さあ、ここからまさにキングオブポップという名にふさわしい、すごすぎて笑ってしまうような数々の偉業をマイケル・ジャクソンは成し遂げていきます。1978年、逆境をエネルギーに変えたソロ活動。映画ではここから青年マイケルになってマイケル役が兄ジャーメインの息子ジャファー・ジャクソンに変わります。先ほどお話しした通り、ニューヨークでクインシー・ジョーンズと出会ったマイケルは本格的に父ジョセフの管理下を離れてソロ活動を始動させます。とはいえ、ソロアルバムの制作が始まったからといってグループの活動を休めたわけじゃなかったんですよ。それどころかですね、ザ・ジャクソンズとしての全米ツアーを毎晩のように回りながら、その合間を縫ってソロアルバムのレコーディングを同時に進めるというとんでもない強行スケジュールでした。しかし、そんな過酷な生活の中でもマイケルのワクワクっていうのはね、止まらなかったそうです。なぜなら、これまでお話ししてきた、自由がないね、苦しみとか悲しさ、悔しさ、そして多くの経験が彼を突き動かす最大のエネルギーになっていたからです。自分の力で本当の自由を勝ち取るためには、どうしても誰もが認める圧倒的な傑作、それから売り上げを生み出す必要があったんです。そうして周囲の反対とこの地獄のような過密スケジュール、世界中を回ってというのを乗り越えて、1979年、ついに正真正銘のソロアルバムが完成することになります。1979年ソロ始動、オフ・ザ・ウォール、世界を踊らせた青年の覚醒。これが、一人のアーティストとして歩み始める記念すべき第一歩となったエピックレコードからのファーストソロアルバム、オフ・ザ・ウォールです。タキシードに蝶ネクタイ。マイケルは自信に満ちたいい表情をしてますね。劇中にも印象的なレコーディングシーンがあります。それが収録曲1曲目の Don't Stop Till You Get Enough。マイケル自身の作曲作詞で、突き抜けるような裏声とパーティーが始まるような高揚感。これはね、もう自分を縛り付けていた全ての鎖を解き放ったマイケルの自由の叫びそのものだと僕は思います。さらに、後にスリラーも手掛けることになる名作曲家ロッド・テンパートンとタッグを組んだ Rock With You。こうした最高のクリエイターたちと洗練された新しいダンスミュージックを追求していったマイケル。その結果は凄まじいものでした。ポップス史上初めて1枚のアルバムから4曲のトップ10入りのヒット曲を出すという記録を打ち立てて、この Don't Stop Till You Get Enough でマイケルは初めてのグラミー賞も受賞することになります。もはや彼のことをね、アイドルグループの元子役みたいな呼び方をしなくなったということで、ただね、この凄まじい成功と引き換えにある変化が起き始めるんですよね。この頃まではね、マイケルって地元のゲイリー出身の青年らしい、素朴でどっか可愛らしい、ちょっとやぼったさみたいなのが残ってたんですけれども、このアルバムの爆発的なヒットと共にというか境に、そういうちょっと純朴な姿っていうのは少しずつ、残念ながら消えていくことになるんですよね。群がるマスコミ、巨大なお金、そして自分で自分を守るためのサングラスと弁護士。この日からマイケルはもうね、普通の青年には戻れなくなりました。可愛らしかったマイケルは孤独と栄光を背負った本物のスーパースターへと変貌を遂げていきます。1981年、ソロツアーが遠のいた父の支配。この映画のラストは1988年のバッドという曲の
ライブパフォーマンスで幕を閉じますよね。実はあれこそがマイケルの人生初のソロツアーなんです。でも不思議じゃないですか。なんで初めてのソロツアーがオフ・ザ・ウォールの出た1979年のタイミングじゃなくて、そこから10年近くもお預けになったのかという、その謎がこの期間に隠されています。まず1980年、ザ・ジャクソンズに戻りまして、アルバムトライアンフをリリースします。この時マイケルはクインシーから教わった作曲やアレンジのメソッドを試すチャンスと捉えて、アルバム制作に情熱を注ぎます。その結果、トライアンフに収録された9曲のうち、実に6曲でマイケルが作詞作曲絡んでおりまして、プロデュースも主導していくということで、グループのアルバムでありながら実質的にはマイケルのソロプロジェクトに近いクオリティでヒット曲を量産していきます。これだけの自信をつかんだマイケルはいよいよグループの枠を飛び出して、自分一人の力で世界を回る念願のソロツアーを計画し始めます。自分の音楽で自分の足で立ちたい。そうやってマイケルが未来へ向けて動き出した矢先に、やっぱり黙ってなかったのが父のジョセフでした。父ジョセフの画策によってマイケルが温めていたソロのオフ・ザ・ウォールツアーっていうんですかね。その企画はひねり潰されてしまうんですよ。代わりにお父さんが強行したのがザ・ジャクソンズとしての全米ツアー、トライアンフツアーでした。劇中で、ソロ曲ベンを熱唱しているライブシーンがこのツアーです。このツアーはですね、後に、ザ・ジャクソンズライブとしてですね、ライブアルバム、これね、すごいですけれども、マイケルとは気持ちとは裏腹にですね、商業的には大成功を収めると。そうしてやりきれない思いを全て次のエネルギーに変えて、マイケルはいよいよあの歴史をひっくり返す名盤を世に放つ運命の1982年に突入します。1982年、自立の裏に隠されたマイケルの誓い。この年に映画でもマイケルの人生を大きく変える重要なキャラクターとして登場するのが弁護士のジョン・ブランカです。マイケルは敏腕弁護士を自ら雇い入れて、かねてから静かに進めていた独立計画を実行に移します。父ジョセフをマネージャー職から正式に解任します。それまでマネージメントの全てを握っていた父親から法律とビジネスのプロの力を借りて一人の人間として完全に独立へと舵を切った大きな瞬間でした。さらにプロの力を得たマイケルはここからビジネスマンとしての才能も爆発させることになります。なんとレコードが1枚売れるごとに自分に約2ドルが入るという当時の常識ではありえない最高条件の契約を勝ち取るんです。もう今の音楽配信のサブスクの再生単価なんてね、1再生 0.0 何円とかね、そんなような感じなんでね、ありえない取り分なんです。で、いよいよマイケルはニューアルバムの制作へと突き進んでいくことになります。この時ですね、マイケルのアーティストとしての凄まじさはすでにスタジオに入る前から始まってました。マイケルは自宅にね、スタジオがあったんで、一人何重もの歌声やリズムを重ねて、エンジニアと一緒に完璧なデモテープを何曲も作り上げてたんです。そのデモをプロデューサーのクイシー・ジョーンズが聞いた瞬間、おいおいもうこのままでヒットするじゃないかと、腰を抜かしたというマイケルの能力は完全に極まり始めていました。ちなみにマイケルの This is It という映画のサントラに Beat It という曲のデモ版が収録されています。これだけでね、全楽器の音を表現していて鳥肌が立つレベルですごいんで、ぜひ聴いてみてください。マイケルがここまで全てを注ぎ込んでいたのにはある理由がありました。実は前作のオフ・ザ・ウォールね、世界で1000万枚も売れたにもかかわらず、当時の白人メディアは黒人の音楽だからという理由で明確にマイケルを過小評価してたんです。マイケルはその激しい悔しさと張り裂けそうなプレッシャーの中で世界に向けてこう誓っていたんです。今度のアルバムでそういう連中が全員頭を僕に下げてくるようにしてやると。マイケルはスタジオに入り浸り、不眠不休で音を限界まで磨き上げ、あのアルバムが完成します。1982年、ジャンルを破壊したスリラーの執念。そしてついに1982年12月にリリースされたのが
前作の成功をはるかに超えるエピックレコードからのソロ2作目スリラーです。映画の冒頭のユニバーサルスタジオのロゴのバックでめちゃくちゃかっこいいイントロね、ドゥドゥンドゥドゥン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 っていうのが、鳴り響いて一気に引き込まれます。それがアルバムの1曲目を飾る Wanna Be Starting Something です。アフリカの音楽からインスパイアされた複雑で強烈なリズム、これをスタジオで形にするためにマイケルとクインシーは何日もスタジオにこもって音のパズルを組み立てていきました。そしてマイケルという天才の執念を語る上で絶対に外せないのがビリー・ジーンです。この曲のベースライン一度聴いたら一生耳から離れない不穏でかっこいい響きがしますよね。僕もこの曲でマイケル好きになったんですけれども、このビリー・ジーンをめぐってはプロデューサーのクインシーとの間に激しい譲れない戦いがありました。クインシーは、この曲ね、最初ねイントロが長すぎるから短くカットしようと提案したんですよ。当時のヒットの鉄則に従ったプロデューサーの判断でした。でもマイケルはこれを頑なに拒否したんですね。絶対にダメだと。この長さでイントロ聞くからみんなが踊りたくなると。大先輩であるプロデューサーのクインシー相手に一歩も引きません。結果は自分の直感を信じ抜いたマイケルの勝利でした。劇中ではビート・イットやスリラーなどの息を飲む再現とともに Wanna Be Starting Something のデモを制作している風景も描かれていてめっちゃくちゃワクワクしましたよね。実はこのマイケルがデモを制作していたのはマイケルの自宅でもあるエンシノにあるプライベートスタジオなんですが、一度僕はティトに案内されて入ったことがあるんですよ。僕がそのスタジオに入ったのはマイケルが亡くなって4年後の2013年の秋だったんですけれども、さっきまでねマイケルが使ってたんちゃうんかというぐらいですね、当時のまま時間が止まってまして、それが映画に出てきてめちゃくちゃ興奮しました。映画はそのスタジオの中はセットだったようなんですが、前作オフ・ザ・ウォールも大ヒットですからそれを超えるわけないとみんな思ってたんですね。レコードがどんどん売れなくなってカセットにダビングしてウォークマンでみんな音楽聴くみたいな時代だったので、レコード売れないよということと、黒人音楽に立ちはだかる人種の壁、その全てをですね執念と圧倒的才能で押しのけて完成させたこのアルバムの結果はグラミー賞で前人未到の8部門を受賞して累計セールスは現在までに1億枚をはるかに突破。人類史上最も売れた音楽として今もトップに君臨しています。ロック、ポップス、R&B といった当時の音楽界にあったあらゆるジャンルの垣根をマイケルはこの1枚で完全に破壊してしまいました。ここから彼は音楽だけでなく映像の世界をも完全にひっくり返そうとさらなるジャンルへと足を踏み入れていきます。1983年世界を変えたマイケルの映像革命。これだけ音楽のクオリティを高めてもマイケルの野心はまだ満たされていませんでした。次にマイケルが目をつけたのが当時まだ音楽業界の誰もがその本当の価値に気づいていなかった映像コンテンツです。なぜマイケルが映像にこだわったのか、その理由がマイケル特有なんですけど、マイケルは幼い頃から大スターだったんで普通に映画館に行くこともできない代わりになんと自宅にプロの映画技師を呼んでいました。日常的に自宅での映画に触れていたマイケルだからこそ僕の音楽は音じゃなくて一本の映画にする必要があるんだと規格外のアイデアが当たり前にあったんですね。ちなみにマイケルは自身のミュージックビデオをビデオとか PV とか呼ばずに常にショートフィルムと呼んでほしいと言っていました。そしてまず制作されたのが劇中でもあったビリー・ジーンのショートフィルムです。当時アメリカでは MTV という24時間ミュージックビデオを流し続けるテレビチャンネルが始まったばっかりでした。ところがこの映像を世界中に届けるための MTV がマイケルの前に人種差別の壁として立ちはだかります。当時の MTV はこれもうひどい話なんですけど白人のためのロック専門チャンネルだからという言い訳をつけて黒人アーティストのビデオをほとんど放送してなかったんです。今では考えられないですよ。 MTV に限らず当時のアメリカではそれが当然のことのように人種差別が行われてたんです。そういう時代だったのにもかかわらずマイケルはこの壁を力でぶち破ります。
映画にもありましたよね。マイケルがレコード会社のトップウォルター・ヤトニコフに直談判して、社長がその場で MTV に電話かけて圧力をかけるというシーンね。あのシーンスカッとしましたけれども、もし流さないならうちの会社の全ての白人アーティストのビデオを MTV から引き上げるぞって脅しをかけたんです。この駆け引きに MTV は降伏して、黒人アーティストとしてビリー・ジーンがオンエアされるっていうことが、その後に続くいろんなアーティストの突破口になりました。1983年、伝説の夜、ムーンウォークの衝撃。いよいよ歴史が完全にひっくり返るあの伝説のステージ。それが1983年の5月、全米で放送されたテレビ特番、モータウン25周年コンサートです。劇中でも大きな見せ場としてマイケルが黒い帽子にきらびやかな衣装を身にまとって、ものすごいクオリティでジャファー君が再現されていますよね。でも実はマイケル、最初は出演を頑なに断り続けていたんです。それもそのはずなんですよ。ジャクソン5がエピックレコードへ移籍する際、彼らからジャクソン5という大切な名前を奪って追い出したわけです。ところが今度はテレビ特番の目玉として、頼むからジャクソン5再結成してお兄ちゃんたちと一夜限りのリユニオンで出てくれと、プライドを捨てて24歳のマイケルに頭を下げに来たんですよ。ここでマイケルはただおとなしく従うような青年ではありませんでした。これ以上ないほど残酷なまでの出演の条件を突きつけます。出演してもいいですよと。ただし他のみんなが過去のヒット曲を歌って懐かしいなーなんてやってる間、僕だけは移籍して出した最新曲ビリー・ジーンをソロで歌わせてください。他社に移籍して出した新曲を独占で歌うっていうのは、モータウンからすれば屈辱的な条件です。自分たちの曲いいでしょってなってたのに、もう移籍した今輝いてる曲をやられるわけですから。でもマイケルは1ミリも引きませんでした。ベリー・ゴーディ・ジュニアはこの心理戦に完敗して条件を全て受け入れたんです。過去の屈辱、マイケルね、お前には曲が作れない、アイドルだって言われてた、そういう屈辱を自分の力で晴らした瞬間でした。そうして迎えた本番のステージ。黒い帽子を斜めにかぶって、あのシンプルゆえに強烈なイントロに合わせて踊り始めます。そこにいたのは、あのジャクソン5で歌っていた少年のマイケルではありません。洗練された一人のソロアーティストとしてモータウンのステージに彼は帰ってきたんですよ。そしてビリー・ジーンの間奏部分、マイケルがスッと後ろに向かってまるで重力を無視したように滑らかに動き出した瞬間、世界中の人々が一瞬自分の目が信じられなくなったと言います。伝説のダンスムーンウォークですね。世界で初めて披露した瞬間だったということになります。キングオブポップと呼ばれるのはこの数年後のことですが、これがキングの戴冠式となりました。1983年、スリラーを2度爆発させたメイキングの妙。映像で人種差別の壁をぶち破ったマイケルが次に仕掛けたのがさらなる超大作、あのスリラーのショートフィルムです。映画でもゾンビたちとの撮影風景がものすごいクオリティで再現されていて興奮しましたね。当時の常識をはるかに超える破格の予算をかけてスリラーの撮影が始まったんですが、予算をかけすぎて制作費が底をつく大ピンチに陥ります。ほぼほぼ映画ですからね。しかしここでマイケルは大逆転の発想を見せます。撮影の裏側を収めたドキュメンタリー、つまりメイキングビデオを発売するというアイディアです。それによって制作費はあっという間に回収しちゃったんですね。もう売るってことです、作品として。当時ちょうど家庭にビデオデッキが普及し始めたタイミングだったのもあって、うちにも VHS のデッキがこの頃来たんですけど、世界中の人々がマイケルの映像を家で何度も見たいと、このビデオをねこぞって買い求めたんです。メイキングオブスリラーというタイトル。この仕掛けがアルバムの売り上げにとんでもない奇跡を起こします。発売から1年が経って売り上げのピークが過ぎ始めていったアルバム、そうですよね。1年間ずっと売れてたんですけど、1年でちょっと落ちてきたスリラーが、この映像にハマった人がもう一度レコードショップに大殺到して、
売上チャートでまた1位に返り咲くという2度目の大爆発を起こしたんです。ちなみに数年前から YouTube でスリラーのショートフィルムが 4K 画質で視聴できるようになりました。あれは必見ですね。さて、ポップミュージックの歴史を文字通り耳で聞くものから目で見るもの、体で感じるものへと完全に変え、アルバムをポップスの金字塔へと進化させて、音楽、映像、その全ての武器を手に入れたマイケル。ここでね、ある不運によって大事故に巻き込まれてしまいます。1984年、人生を変えたペプシ CM の悲劇。こうして世界の頂点を極めたマイケルですが、スリラーのショートフィルムを発表した直後の1984年1月、彼のその後の人生を180度変えてしまう凄惨な大事故が起きてしまいます。それがペプシコーラ CM 中の爆発事故です。映画でもマイケルがスタジアムのステージを降りていくシーンで、演出の火花がバーンって火薬がね爆発して、マイケルの頭部に直撃して燃えてしまうという衝撃的な瞬間がリアルに描かれていましたよね。スタッフたちが悲鳴を上げてステージに飛び込んで、寄ってたかって押しつぶすように火を消した時には、すでに頭皮の深くにまで達する凄まじい大やけどを負っていたんです。その地獄のような痛みに耐えるために処方されたのが強い鎮痛剤でした。これがきっかけとなり、マイケルは生涯深い鎮痛剤中毒に陥っていくんです。ですが、ここでぜひ知っていただきたいのが、マイケル・ジャクソンという人間の本物の優しさと、スターの誇りなんですね。この事故は完全に撮影スタッフのミスでしたから、当然ペプシ側からマイケルに対して巨額の和解金が支払われることになりました。ところがマイケルはその膨大な和解金を自らのポケットに入れることもなく、自分が担ぎ込まれて命を救ってくれた病院に全額をそのまま寄付したんです。その寄付金によって病院には火傷で苦しむ子どもたちの最新施設が作られて、そこはマイケル・ジャクソン火傷センターと名付けられました。マイケルは自分が痛みの地獄に苦しんでいる最中にもかかわらず、その施設へ何度も足を運んで、同じようで火傷で泣いている子どもたちを優しく抱きしめて励まし続けたんです。その悲劇すら他人のために光に変えてしまう。これがマイケルのね、やっぱ本当の人間の素顔だなと思いますね。1984年、幻のソロツアーと最後のビクトリーツアー。さあ、人類史上最も売れたモンスターアルバム、スリラーを引っ提げて、マイケルはいよいよ世界中が待ち望んだソロツアーへ、と思うじゃないですか。それがそうはなりませんでした。今回はなんと、父ジョセフに説得された母親のキャサリンからの、最後にもう一回だけ6人の兄弟揃ってライブをしてくれないかという強い願いがあったんです。マイケルはお母さんからの頼みだけは断れません。しかもモータウンに残ってソロとして活動していた三男のジャーメイン、メンバーに結局復帰することになりまして、ジャクソン家6人兄弟全員が揃うという家族の物語としてはこれ以上ないハッピーエンドのような形でスタートはしたんです。ところがいざ蓋を開けてみると、セットリストのおよそ6割がマイケルのソロ曲で埋め尽くされたと。ジャクソンズツアーとは名ばかりなマイケルの結果スリラーツアー状態になっていたわけです。そしてマイケルはこのツアーでこの環境にようやく終止符を打ちます。客席に向かってこんな風に告げます。これが最後のツアーです。お別れのツアーですと。映画ではこの衝撃的な MC を終えたマイケルが、舞台袖へと、帰っていくという姿が映っております。するとあの曲のイントロが鳴り響いて一気に4年後にワープ、エンディングを迎えるということなんですが、この4年間、空白の4年間にも数々の偉業が隠されております。1985年 We Are the World の奇跡。ビクトリーツアーの翌年1985年に誰もが知るあの名曲が誕生します。アフリカの飢餓救済のために当時のトップアーティストたちが一堂に会した一大プロジェクト。
USA for Africa のアンセム We Are the World です。でもなぜこれほどまでの大スターが敵味方を超えて集結できたのかというと、実はイギリスでね、バンドエイドという飢餓救済プロジェクトがその直前に大ヒットして世界中にものすごい衝撃を与えてたんです。このバンドエイドに刺激を受けて、俺たちにも何かできないかとアメリカのアーティストたちも動き出したのが始まりでした。このプロジェクトの統括にクインシー・ジョーンズ、そして作詞作曲にマイケルとライオネル・リッチーに声がかかります。マイケルはこの歴史的な大作をライオネル・リッチーと共に書き上げていくことになります。We are the world, we are the children っていうね、一度聴けば忘れない耳に残るメロディーと歌詞ですけれども、実にマイケル的で覚えやすいメロディーですよね。こうして完璧な名曲が準備されて、いよいよレコーディング当日を迎えます。とてつもない緊迫した空気の中でスタジオの入り口にドーンと張り出されたのが、ここでエゴを捨ててくださいという張り紙でした。これはね、もう集まる40人以上のトップスター、もう世界中のトップスターですから、に向けた言葉で、エゴがぶつかってはこのプロジェクトの成功はないよというね、これがそこにいた全員のエネルギーを一つにするためのクインシーの見事なプロデュース能力です。これによって全員が一丸となって感動の歌声を世界へ届けることができたんです。さて、We Are the World で世界を一つにすることを証明したマイケルが次に手を組んだのは、なんと夢と魔法の王国でした。1986年、キャプテン EO 音楽映像テクノロジーの融合。ついにマイケルはディズニーと映像コンテンツを制作します。それがキャプテン EO です。通常ディズニーランドといえばディズニー映画を元にした完璧なまでの物語と設定で作られたアトラクションが主だと思います。しかしこのキャプテン EO は違いました。まずディズニーキャラクターではなく、実在する一アーティストが主演。後にも先にもキャプテン EO 以外そういうのはありません。そしてこのプロジェクト、なんとディズニー側からマイケルにオファーがあったそうです。その時マイケルがオファーを受ける条件として提示したのが、スター・ウォーズのジョージ・ルーカスを制作総指揮に起用することでした。ディズニーとルーカスはそれを快諾して、ルーカスの推薦で監督はゴッドファーザーのフランシス・コッポラになりました。まさにハリウッドの頂点に立つ才能たちが集結したというわけです。特徴は普通の映画じゃなくて 3D 映像でビュン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 レーザーが本当に飛んでくるような感じになったり、煙光といった劇場の効果を組み合わせた今でいう 4DX のようなアトラクションでした。紫のメガネかけてね。劇中で流れる Another Part of Me はこの作品のために作られました。この曲は後でお話しするアルバムにも収録されて、結果ライブビデオにもなっております。そしてね、もう一曲も素晴らしい新曲 We Are Here to Change the World が歌い踊られました。いつかディズニープラスで見られる日が来たらいいなと願っております。1987年、アルバムバッド、歴史に刻まれた時代の石碑。さあ、前作のスリラーから5年、エピックからのソロ3作目のアルバムバッドが発表されます。スリラーを超えるモンスターアルバムを作れるのかという高いハードルをマイケルは背負っていました。しかし彼は前作までの成功パターンをなぞるようなぬるいことを一番嫌う男でした。そんなマイケルが選んだのは、当時音楽シーンを激変させた最新のデジタルテクノロジーを味方につけることでした。さらにこのアルバムの頃にはマイケルとクインシーの作品作りにおける力関係にも劇的な変化が、訪れています。アルバムオフ・ザ・ウォールの時がクインシー8、マイケル2、それがスリラーでは5対5、そしてこのバッドに至ってはクインシー2でマイケル8と言えるほど完全にマイケル主導のサウンド作りへと逆転したんです。全11曲中9曲をマイケル自身が作詞作曲し、今もポップミュージックの石碑に刻まれるような
個性的な傑作を次々と作り上げます。特にインパクトがあったのがタイトル曲バットのイントロですかね。カン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 ってやつですね。血を這うような重低音のシンセサイザーのベースラインドゥ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 ンって鳴り響いた瞬間のこともね、僕思い出します。当時発売日の前日に手に入れてもう聞いたんですけど、それまでのマイケルとは全く違う質感にうおーって驚いたのを今でも覚えてます。前作で自身が作った巨大な壁を体当たりで正面突破してしまったマイケル。これこそが名実ともに世界の頂点に立った真の証なんです。そしてお待たせしました。映画のクライマックス。彼にとって人生初の伝説のツアーへと進みましょう。1987年から1989年、初のソロツアー、バッドツアー旋風。アルバムバッドを手に、マイケルはいよいよ人生初のソロツアー、バッドワールドツアーへ挑みます。父ジョセフの画策と家族とのいろんなしがらみによってソロツアーは幾度となくこれまで叩き潰されてきました。たまりにたまった10年分、約10年もっとかもしれませんねのエネルギーが一気に爆発したのがこの悲願のバッドワールドツアーでした。しかもこのツアー、記念すべき初ソロツアー初日の場所に選ばれたのがなんとここ日本だったんです。これがね、その時のポスターなんですけど、初日の9月12日から10月4日まで、1ヶ月間弱ですね、マイケルが日本にいたんですね。1987年から1989年までの約1年4ヶ月の間に世界15カ国を巡り、行った公演数はなんと全123公演、観客動員数は440万人以上。当時の音楽業界の全ての興行記録を塗り替え、文字通り全世界を踊らせてしまったんです。ついに父親を中心とする家族のしがらみから解放され、人種差別も打破し、自分の肉体と自分の書いた楽曲を中心に440万人の人間を熱狂させた初のソロツアー。これを知った上でもう一度映画ラストのバッド味わってほしいと思います。さて、今回は映画マイケルのガイドブック的な内容として映画では描かれなかった部分も僕なりに補完してみました。ここまで、お付き合いいただき本当にありがとうございました。冒頭にも言いましたが、とにかく今回ね、この素晴らしい映画を制作してくれたスタッフ、そしてキャストの皆さんに心からの感謝と敬意を捧げたいと思います。大変だったと思います。特にジャファー・ジャクソンさん、彼にかかった重圧は計り知れないものですよね。もうマイケルをやるってもう踊りも歌も演技も大変ですからね。でインタビューした時も 4,5 日悩んで自分の人生を作品捧げたと答えてくれました。数年間という時間を捧げたわけで、これ以降ね背負っていくわけですから、簡単な決断じゃなかったと僕も思ってます。僕が幼い頃から大好きなマイケル・ジャクソンがまたこうして新しい世代に伝わっていく、知ってもらえるということで、この映画は最高のきっかけになったと思ってます。今劇場公開中ですけど、この動画を皆さんご覧になっているタイミングによってはもしかしたら配信とかブルーレイとかでご自宅でも手軽に見られるようになってるかもしれません。2ができるかもしれないという噂もありますので、その時にまた盛り上がるかもしれません。今回お話しした実際の歴史や裏側のストーリーを知った上で、もう一度映画マイケルをご覧いただけると嬉しいです。何よりマイケルを好きになってくれる仲間が増えてくれたら僕は心から嬉しいんです。今回の解説が面白かったという方、最後にいいねとチャンネル登録をポチッと押していただけると次の動画を作る大きな励みになります。実はまだまだね語り足りてないマイケルの話が山ほどあるので、それはまた別の機会にということで、それではまた次のポップミュージックの歴史でお会いしましょう。西寺豪太でした。マイケル最高。